エモエモ。こんにちは、えもこです。今回は最新の左手デバイスと画面の色調整ツールがついたタッチ操作対応の 4K24 インチ液晶ペンタブレット PION Canvas Pro 24をレビューします。タッチ操作できる 4K の大画面液タブは今まで40万円以上していましたが、最近出たこの液タブはなんと半額の20万円以下で、普通に買うと何万円もする画面の色調整ツールや最新の左手デバイスも最初からついているかなりコスパの高そうな液タブなので、実際にお絵かきしてみて使い心地を詳しくレビューしてみます。さらに今回はこの液タブの発売を記念して抽選で液タブが当たるプレゼント企画もやりますので、ぜひ最後まで見ていってください。それでは早速開封していきましょう。付属品は説明書、お絵かき用の手袋、クリーニングクロス、AC アダプター、パソコンと液タブをつなぐケーブルに左手デバイスと画面の色を正しく調整してくれるカラーキャリブレーターが入っていました。ペンケースには2種類のペンと返芯が入っていて、裏側にはペン先を引き抜く機能もついています。ケースがそのままペンスタンドになるところがスマートでいい感じです。ペンは充電不要で太めと細めの2本ついています。重さは太い方が 15.7g、細い方が 13.6g で、Apple Pencil と比べると電池が入っていない分軽くて持ちやすいです。太い方には防塵クリップがついていて、ホコリがつきにくく、ボタンもアルミ製でペンの質感が高いと思います。ボタンは細い方が2つ、太い方は3つついています。ペンの反対側には消しゴムツールがついていて、細い方にもついているのは珍しいかも。ペン先が白いフェルト芯になっていて、普通のペン先よりもサラサラした書き心地になっています。普通のペン先もついているので、フェルト芯が苦手な人は交換すると良さそうです。便利な左手デバイスが最初からついているのも嬉しいです。真ん中に画面があって、ボタンにどの機能を設定したか一目でわかるので、操作が覚えやすそうです。パソコンとの接続は有線、無線両方できて、横のスイッチを切り替えて2台のデバイスにペアリングできます。パソコンだけでなく iPad や Android でも使えるのは嬉しいです。液タブ本体は樹脂製で画面が大きい分結構重たいです。デザインはかなりシンプルで、ベゼルが細く普通のモニターに近い見た目なので、お絵かきしない時に普通のモニターとしても使いやすそうです。画面サイズは16対9の 23.8 インチで A4 用紙2枚半くらい、13インチの iPad Pro と比べるとかなり大きいので、広々快適にお絵かきできそうです。右上に電源ボタンとタッチ操作のオンオフスイッチがあって、右横にイヤホンジャックと USB-A ポートも2つついているので、有線イヤホンやキーボードなどもつなげるようになっています。裏側には液タブを冷やすための通気口がたくさんあって、下に滑り止めのゴム足、上には折りたたみ式のスタンドがついています。スタンドの角度は20度固定ですが、真ん中にベサマウントのネジ穴があるので、角度を細かく調整したい人は別売りのスタンドやモニターアームを取り付けると良さそうです。別売りのキーボードホルダーを取り付ければ画面の上にキーボードも置けるみたいです。それでは実際に使ってみます。この液タブはパソコンやスマホにつないで使うので、最初に付属のケーブルでパソコンとつなぎます。ケーブルをつなぐところは上側にまとめられていて、AC アダプターと USB-C ケーブル1本で簡単につなげます。USB-C が映像出力に対応していないときは、追加で HDMI やディスプレイポートの映像ケーブルもつなぎます。古い液タブから乗り換えるときは、先に古い設定アプリを消して、公式サイトから設定アプリをインストールします。設定アプリではペンの書き心地や左手デバイスの機能を設定できます。画面の表示がおかしいときは、パソコンのディスプレイ設定で表示画面を拡張するを選んで、拡大縮小の倍率を150から 200% に設定すると見やすくなります。メインモニターと液タブの倍率が違うとペン先とカーソルがずれるので、私は両方 150% で合わせました。この辺は今後のアップデートで別々の倍率でも使えるようになると嬉しいです。電源ボタンを長押しするとメニューが出て、画面の明るさやコントラストを調整したり、カラープロファイルを切り替えられます。漫画のような白黒表示も簡単にできて面白いです。画面の表示はすごく綺麗です。色域が Adobe RGB99%、表示色が10ビット相当で10億7000万色表示できるので、液タブの中ではかなり綺麗な方だと思います。工場で正確な色に調整されているので、お絵かきに
安心して使えそうです。解像度が 4K で表示がすごく細かいので画面のドット感も全然気にならないです。画面の切り替え速度はリフレッシュレートが 60Hz、応答速度は14ミリ秒で普通の液タブと同じくらいなので動きの速いゲームを遊んだりするのには向かなそうですが、絵を描くときはそんなに早く画面を動かさないのでお絵描き用途なら気にならないと思います。画面がアンチグレア加工されていて指紋が目立ちにくく、表面がサラサラしていてペンや指が動かしやすいです。アンチグレアの画面は普通の画面より少し白っぽく見えるデメリットもありますが、普通の画面より映り込みが少なくて作業に集中できるのでお絵描き用途ならアンチグレアの方が向いていると思います。ガラスの加工方法が改良されたおかげなのか、横から見てもそんなに白っぽく見えないので画面の白っぽさはそれほど気にならなかったです。液タブは消耗品なので長く使うとバックライトが暗くなったり画面の色が少しずつ変わってしまいます。なので色調整ツールで定期的に調整した方がいいのですが、普通に買うと3万円以上するので色調整ツールが最初からついているのは嬉しいです。試しに使ってみましたがソフトの操作が簡単でツールを画面に当てるだけで簡単に調整してくれました。調整後のデータは液タブ側に保存されるので別のパソコンにつないだ時に調整し直さなくていいのは楽でいいと思います。箱にギフトと書いてあって今後つかなくなるかもしれないので、欲しい人は念のためついているか確認するのをおすすめします。次はクリップスタジオでペンの書き心地をチェックしてみます。まずはペンを早く動かした時に遅れて書かれないか確認してみます。これはパソコンの性能にもよりますが、結構早く動かしても線が遅れたり途切れたりしませんでした。次は筆圧と傾きをチェックしてみます。ペンが筆圧感知と傾き検知に対応しているので、水彩ブラシの濃淡調整や髪の毛のような細い線の入り抜き、鉛筆を寝かせたような線もちゃんと綺麗に描けました。線をゆっくり斜めに描いた時の波打ちやペン先の沈み込みも少なくて気にならなかったです。大きい液タブは画面のガラスが厚めになっていて横から見た時にペン先とカーソルが少し離れて見えるので画面の端の方で少しズレを感じますが、お絵描きでよく使う中央あたりは気にならなかったです。カーソルのズレ具合は画面を見下ろす角度でも変わるので気になる時は設定アプリのキャリブレーションで調整すると良さそうです。性能の低いペンは書き始めに力を入れないと反応しないことがありますが、このペンは音荷重が 2g ですごく軽いのでほとんど力を入れなくても線が描けました。結構強く押さえても筆圧レベルが上限までいかないので筆圧が強めの人も問題なく使えそうです。ただ初期設定だと筆圧をかけて太い線を描きたい時に他の液タブよりも強めに筆圧をかけないと同じように描けなかったので、筆圧が弱めの人は設定アプリで軽い筆圧でも反応するように調整すると良さそうです。それ以外は気になるところもなくとても書きやすいペンだと思います。この液タブはタッチ操作もできるのでスマホや iPad みたいに2本指タップで一つ前に戻ったり、ピンチ操作でキャンバスの拡大縮小や回転もできます。液タブはタッチ操作できないものが多いので iPad に慣れている人は同じように操作できて使いやすそうです。パームリジェクションにも対応していてペンが画面に触れている時は手が画面に当たっても反応しないようになっています。ただペンを画面から少し離しただけだとタッチ操作が反応しないままなので、ペンを少し離すだけでタッチ操作できる iPad に慣れている人は気になるかもしれません。あと手の方が先に当たるとたまに誤作動するので、タッチ操作するときは付属の手袋をつけた方が快適に作業できそうです。右上のスイッチでタッチ操作をオフにできるので、タッチ操作を使わない人や手袋を使いたくない人はタッチ操作をオフにして左手デバイスを使うと良さそうです。左手デバイスはお絵描きアプリのよく使う機能をワンタッチで呼び出せたり、上の2つのダイヤルでキャンバスやブラシの大きさなどを簡単に変えられます。画面には登録したキーが表示されますが、 iPad だと表示名を自由に変えられるのでパソコンでも変えられるようになると嬉しいです。縦向き横向きどちらでも使えて、裏がゴムになっているので机の上だけじゃなく画面の上にも置けるようになっています。軽く
て手持ちでも使えるので、置き型の左手デバイスが苦手な人でも使いやすそうです。手持ちで使うと少し大きめですが、ちゃんと片手で全部のボタンとダイヤルを操作できました。設定は6セット保存できて、下のボタンで切り替えられるので、複数の設定を登録すればお絵描き以外にも使えます。リセットの切り替えに少し時間がかかるので、同じアプリで複数の設定をこまめに切り替えるような使い方にはあまり向かないかもしれません。ボタンが足りないときはバーチャルキーボード機能で画面にボタンを追加できるので、左手デバイスとタッチ操作を一緒に使うと快適に操作できそうです。ここからはイラストメイキングをご覧いただきながら、この液タブのいいところと気になるところをお話しします。まずいいところですが、とにかくコスパが高いところです。タッチ操作できる 4K で20インチ以上の液タブは全然売られてなくて、今までは40万円以上出さないと手に入らなかったので、半額の20万円以下で買えるようになったのはすごいと思います。高価な左手デバイスや色調整ツールも最初からついていて、とてもコスパの高い液タブだと思います。画面が小さくて良ければタッチ操作できるタブレットはいっぱいありますが、画面が小さいと細かいところを描くときに拡大したり、バランスを見るために縮小しないといけないので、画面が大きい方がキャンバスをあまり拡大縮小しなくてよくて快適にお絵描きできると思います。左手デバイスとタッチ操作を両方使えるのが意外に便利で、左手デバイスを手に持ってペンを持つ方の手でキャンバス操作すると作業スピードが上がっていい感じでした。キャンバスの拡大縮小や回転は左手デバイスのダイヤルでもできるけど、タッチ操作の方が直感的にできるので、ダイヤルはブラシサイズの調整に使って、キャンバス操作はタッチでやるみたいに両方のいいとこ取りで作業できるのが良かったです。画面の発熱もほとんどなくて、ファンレスで静かなのに長時間使ってもほとんど熱くならなかったです。次に気になるところですが、タッチがたまに誤作動するところです。手の方が先に画面に触れるとたまにキャンバスが動くことがあるので、タッチ操作するときは付属の手袋をつけた方がいいと思います。あとこれは Windows の問題だと思いますが、お絵描き中に画面をタッチしているとたまにお絵描きと関係ない Windows のショートカットが実行されることがあるので、設定アプリのアップデートでタッチできる範囲を指定できたり、タッチジェスチャーで実行する機能を細かく設定できるようになるともっと使いやすくなると思いました。あと私は Windows メインなので気にならなかったですが、色調整ツールもまだ Windows しか使えないみたいなので、 Mac ユーザーの人はその辺も気になるかもしれません。レビューしているのが発売前で、設定アプリが開発途中のベータ版なので、今後のアップデートで使いやすくなると嬉しいです。この液タブに向いている人は、タッチ操作できる 4K の大画面液タブをなるべく安く買いたい人に向いていると思います。その性能で20万円以下なのもすごいですが、左手デバイスや色調整ツールも最初からついているので、特にその2つを持っていない人はかなりコスパの高い液タブだと思います。4K で20インチ以上のタッチ操作できる液タブは貴重だと思うので、そんな液タブを探している人はよかったら参考にしてみてください。ピヨンの液タブはお店でも試せるので、気になる人はぜひ実際に触ってみてください。最後にプレゼント企画のお知らせです。この液タブの発売を記念して、ピヨンのキャンバス13を抽選で1名様にプレゼントします。今回紹介した液タブと同じ最新のペンが使えるので、書き心地を体験してみたい人はぜひ応募してみてください。応募方法は、私とピヨンさんの X アカウントをフォローして応募用のポストをリポストするだけで簡単に応募できます。応募用のポストは後ほど動画の概要欄に追加するので、そちらからぜひ応募してみてください。このチャンネルではおすすめのガジェットやお絵描き関連の動画を投稿しています。この動画が参考になったよという人は、チャンネル登録や高評価、コメントやハイプしてもらえると動画を作る励みになるので、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。